心してるって感じなのかな。本当に大事にするところはどういうところなのか話し合えるみたいな、なんかそういうの本当に自分のことみたいに考えてくれるっていうか自分のことも自分で考えるって感じじゃないというか、家族が増えたね。あ、そういう感じだね。皆さんこんにちは。アザンネットワークの鈴鹿コミュニティでサイエンスアカデミーで学生としてやってるフェリックスです。チャギンです。ここのコミュニティのライフスタイル、アザンスタイルを見せていこうっていうところから、今回は青年時からずっと鈴鹿コミュニティで過ごしてたお母さんたちの話を聞きに行きたいんだけど、どうですか？じゃあそれで行こうか。小林まどかです。年齢は38歳。なったばっかり。そうか。村田優美です。32歳です。来る前は東京で仕事してました。機械時計のメンテナンスの仕事してました。2011年に東京から鈴鹿に来ました。児童養護施設での厨房で仕事してました。何年かわかんないんだけど、21歳くらいの時に来ました。家族は旦那さんと子供は上が7歳で次が5歳で一番下が3歳。みんな女の子です。家族は旦那さんと7歳の男の子と5歳の男の子と1歳の女の子がいます。だいたい午前中はチェリッシュの子供たちと一緒に遊びに行ったりとか、午後の時間に職場にだいたい行って、夕方ぐらいまではサイエンススクールで仕事をいろいろして、それで夕方からまた子供たちとダイニングで夕食したりとか、家でご飯食べたりとか、そういう日もあったり、あとはミーティングとかも夜にゆみちゃんも一緒にとか、ミーティングがあったりとか、そういう時はおばあちゃんに来てもらって行ってました。なんか自分ではコミュニティに来たっていう感じじゃないんだよね。こっちだったら周りでいつでも相談したり見てくれる人いるからいいんじゃないかなって。じゃあそうしようかな。そんな感じなの。私は来る前に結婚したんだよね、こっちに。それで先に旦那さんがこっちに来て、旦那さんがね鈴鹿に行くと耳を疑いましたがなんてみたいな三重県特に行きたいと思わないみたいな感じだったけどね、別でちょっと暮らしたんだね、1年半くらい。旦那さんがね一緒にやっていきたいと思ってるからやっぱり来てほしいって。でもなんかいろいろ自分は心配だったから、こっち来て仕事もなくなるし、家のことどうすんのとか、お金のことどうすんのとかいろいろ聞いたんだけど、何聞いても大丈夫だからじゃあ行ってみようかなっていうもうダメなら帰ったらいいなっていうぐらいの気持ちで来たら10年経ってました今の家の引っ越し、そうだね。引っ越すとも思ってなかったから最初ね、旦那さんのお母さんの家の近くでもう家もね買って暮らしてたけど、今4軒っていうか子供たち
家近くで暮らしてる中で、あそこいいんじゃないって声かけてもらって、で私サイエンススクールのコースにね、まあそれに行こうかなっていう感じだったんですね。それでもうまる子ちゃん行ったらいいよみたいな感じだったんだよね。で、でも引っ越しはどうすんのみたいな感じだったけど、その時のね、みんなの動きの速さについていけなかったよ、私は。本当になんかいつの間にかそういう段取り。で、私は引っ越しした次の日からコースに行ったんだよね。で、帰ってきたらもう全部綺麗になっててさ、あれこれすごいな、みたいな。何これ、何が起こったのみたいな感じだったけど。自然にできちゃうんだよね。そういうことが。なんか実際にこうやりとりして普段直接関わってる人たちだけじゃないっていうか、その引っ越しにしてもさ、引っ越しに関わってる人、やってる人がなんか動いてるみたいに見えるけど、もっとこう、広く周りので、一般でだったら多分そこまで、周りの人に考えてもらわないかな。自分のことも自分で考えるって感じじゃないというか、まあ一応今それぞれに家があるけど、なんかどこの家に行ってもお母さんやおばあちゃんがいて、安心して自由自在にこう行き交う感じ、そういう間柄なのかなっていう感じはすごくして、なんかこの前小市さんがいつの間にか家族にされちゃったみたいなこと言ってたけど、家族が増えたね。あ、そうなんだね。ね。なんで子供たち3人いて、その子供たちそれぞれにママの日っていうのがチェリッシュの中でやってるんだけど、一体一人の子とお母さんでゆっくり、ゆっくりなんだろうじっくり過ごせる時間かな。3人子供いてね、だいたい下の子にこうどうしても自分がそっちに行くこと多いんだけど、でもそれぞれ見たいなっていう気持ちとかはあったりして。3人いてさ、大変じゃないかって聞かれたの前。まあ大変な時もあるかなと思うんだけど、どういう時かなと思ったら、なんか3人同時に常にこう求めてくれてる感じがあるからそれさ、いっぺんに3人に答えきれないなみたいな。でもなんかこう気持ちを向けたいのはあるけど、こう向けきれない感じの時になんだろう、ちょっと残念な気持ちになる時もあるんだけど、でそういうのがママの日っていうのがあることで、本当にその子一人一人とのなんてじっくりこうその子と向き合える時間みたいなの。1対1だったらもう思う存分こう向けてるものに答えようとできる感じ。その子にとってもあると思うし、自分にとってもすごくそれがなんていうのかね、こう満たされる時間みたいな感じ。何か自分で頑張ってやらなきゃみたいなのは全然なく、安心してるって感じなのかな。大変だなって思うことあるけどねだからまあそう思った時に立ち止まれるっていうか、まあ大変だなと思ったり、
困ったなとなっても一緒に考えてくれる人がいるし、なんかそういうの本当に自分のことみたいに考えてくれるっていうかなんか自分がお母さんだからこの3人のことは自分で全部考えなきゃいけないとか、なんかお家のことはもう全部自分でやりくりしないとっていうのは思ってないから、子供にとってもどういう方法でやれるかなみたいな、そういう具体的な方法も一緒に考えてもらえたり、本当に大事にするところはどういうところなのかみたいなのが話し合えるみたいな、大きいのかなと思ったりするけどね。そういうのをやっぱ次の世代とかこれからのお母さんたちとか、まずもちろん今のお母さんたちもそうだけど、そういうお母さんたちにもまあこう伝えていきたいなとか、そういう感じはあるかな。まあでもどのお母さんもそのままでいられるといいなとか思って。まあ一緒に味わいたいなっていうか、なんていうのかな、そういうのは思うな。やってみてどうでしたか？印象に残ったこととか。今は社会の雰囲気は結構子供を育てることが難しいことになっているじゃん。2人の話聞きながら全然その人と子供とみんなが見てくれる感じがするな。そのまどかさんの引っ越しの話が結構印象に残ったけど、ゆみちゃんが隣でそんなこと自然に起こるんだねって話が結構印象に残ったね。ママの日っていうのが、3人子供いても一人一人になんか1日たっぷりその子と過ごせるみたいな、そういう環境を用意してくれる人がいるんだなって感じがさ、来月のビデオは子育てってところを見に行きたいって感じかな。もう知りたい人多いかもね。その子育てのことに対しては関心いっぱいあるかも。楽しみ。本当に楽しみや。今回はこれでまたね。はい、またね。